今回は空港アクセス込み 12.8 ユーロの1日券でヘルシンキの主要観光地を巡ります。このチケット1枚で空港から市内、トラム、さらにはスオメンリンナ島へのフェリーも乗車できます。結論から言うと 10.2 ユーロお得でした。それでは行ってみましょう。ヘルシンキ空港に到着。鉄道のホームに行きます。1日券はホームの券売機で買えます。12.8 ユーロです。購入画面はこんな感じ。ゾーン ABC の1日券を購入。市内に行くためには ABC ゾーンのチケットを購入してください。空港から市内へのアクセスは I 線と P 線があります。環状運転のためどちらでもヘルシンキ中央駅に行けますが、空港から中央駅は P 線が早く、中央駅から空港は I 線が早いです。ホームでは P 線と I 線2つの路線があります。基本は1番線が P 線、2番線が I 線ですが、運行状況で変化する可能性があるので注意してください。電車が来ました。P 線に乗り30分ほどでヘルシンキ中央駅に到着。ここからはヘルシンキの主要観光地と使用するトラム路線を紹介します。まずは中央駅からカンピ礼拝堂へ。カンピ礼拝堂は中央駅から徒歩7分。街を散策しながら徒歩がおすすめです。これがカンピ礼拝堂です。外観はこんな感じです。次はヘルシンキ中央図書館。中央駅から徒歩5分、巨大な建物です。傾斜のついた木製の天井が特徴です。2階はこんな感じです。この出入り口は中央駅側です。次は中央駅からアカデミア書店へ。トラムに乗りたかったが徒歩10分なので歩きで十分でした。アカデミア書店に到着。天井のグラスが有名です。ヘルシンキ大聖堂へ移動します。なんとトラムが運休です。お目当ての4号線に乗れませんでした。本来ならこの通りを駆け抜けるはずでした。ちなみにヘルシンキの観光はほぼトラム4号線で事足ります。歩いて行ける距離なので歩きます。ヘルシンキ大聖堂。1852年、ロシア皇帝の献上教会として建てられたそうです。次はウスペンスキー大聖堂へ行きます。リタリフオーネからトラム4号線に乗ります。都度乗車の場合、車内のこの機械を使います。1日券を持っていたら不要です。ゾーンを選択してからクレカをタップします。1回券は80分有効、乗り継ぎも自由。主要な観光地はゾーン A なので大体回れます。わずか1駅、トーベヤンソンプイストで下車。ウスペンスキー大聖堂です。1868年、ロシア帝国の支配時代に建てられたロシア正教会の大聖堂だそうです。高台にあって眺めはいいです。北欧らしい港が見れました。次はフェリーでスオメンリンナ島へ行きます。スオメンリンナ島行きのフェリー乗り場です。改札ありです。とはいえ1日券なら関係なしです。罰金は100ユーロなので注意してください。AB ゾーンの片道チケット 3.5 ユーロ、1日券は 10.6 ユーロです。
船がやってきました。出港です。20分ほどで到着です。スオメンリンナ島に上陸しました。ゲートをくぐると昔の街並みが広がっています。教会は入場5ユーロだったので退散です。石造りの要塞です。中を歩くことができます。見晴らしのいい道です。大砲、自然もあります。帰ります。船は20分に1本ぐらいです。スオメンリナ島の観光はフェリー込みで2時間半ぐらいでした。プランを立てる時の目安にしてください。フェリー乗り場のすぐ隣、マーケットスクエア。テントが立ち並びます。どこの屋台もほぼメニューは同じでした。フィーリングで選んでください。いろいろあります。サーモンスープ11ユーロ、魚のフライ2ユーロ。ディルが入っていたアクセント結構美味しかったです。フライはひねりなし、食後のコーヒーもありました。トラムで中央駅に戻ってきました。中央駅から空港へ戻ります。駅の構内はこんな感じです。綺麗な行き先表示板です。I 線1番線、P 線18番線、右が1から3番線、左が12から19番線です。今回は18番線へ。同じような電車が並んでいるので注意してください。P 線に乗ります。行きも P 線でした。環状運転なので行きと同じ線に乗ると行き帰りで景色が変わります。ヘルシンキは1日でも十分楽しめると感じました。空港駅に戻ってきました。今回の旅何ユーロ節約できたか計算します。空港アクセス片道 4.5 ユーロ、往復9ユーロ、スオメンリンナ島のフェリー片道 3.5 ユーロ、往復7ユーロ、空港アクセス9ユーロ、フェリー往復7ユーロで16ユーロです。ABC ゾーンの1日券は 12.8 ユーロです。16-12.8 で 3.2 ユーロお得でした。ここにトラム2回 3.5 ユーロ ×2 の7ユーロ分が加わり 3.2 足す7ユーロで 10.2 ユーロお得でした。空港から電車で移動し、スオメンリンナ島フェリーに乗る人は絶対元が取れます。注意です。私はトランジットで24時間以内に空港を往復したのでこの金額ですが、数日間宿泊で滞在すると空港アクセス都度払い AB ゾーン1日券や2日券の方がいいかもしれません。ぜひ旅行前にいろいろ試算してみてください。いかがだったでしょうか。よかったらコメントや高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。次回はヘルシンキ・バンター国際空港の紹介をする予定です。それでは次の動画でお会いしましょう。